どうも、こんにちは。デミコです。はい。前回の続きをやっていこうと思うんですけど、ちょっとコードがね、続きやっていきます。で、前回は39段まで編んだところでやめたんですけど、結局もう一段編み足して40段編みました。はい。40段編んで、だいたい高さが、31センチ、2センチ。この前は、前回の時は31センチとか言ってたと思うんだけど、そうね。だから、そんな32センチだわ。はい。32センチぐらいになりました。はい。で、それで、持ち手をつけていくんですけど、持ち手をつける位置にもう印をつけました。はい。で、どうやってつけたかっていうと、全部で102面あるんですね。で、102名あるんで半分で割ると、51。51を3で割ると17、17、17なんだけれども、それでやるとちょっと近すぎんだわ、内側がね。で、私ちょっと広がり気味が好きなので、要はこの、このね、脇っちょの中心線から16、16、そしてこの間ね、これとこれの間に19目入ってる状態になってます。なので脇から数えて16目、16目目。で、内側が19目残ってる状態で印をつけてあります。はい。で、この先どうやってね、持ち手を編んでいくかちょっと簡単に説明をしていくと、ね、今これをね、こっちの糸で編み終わってるんですけど、これはもうね、使わない。使わない。で、持ち手自体は、私、違う。持ち手自体はね、私は細めがいいんですよ。細めっていうか、あんまり細くてもでも肩に食い込んだりとかしたらあれなんだけれども、あんまり太くしたくないんですよ。なので、まあ、こっからこうやって鎖で編んでって、で、一段周りをこう編んで、で、内側をさ、どうしようと思ってんだけどね、すごい悩んでんだよね。どうしようか。ね持ち手をどうするかなんつうのはね、まあまあ、でも編みながら決めるけど、そうね、どうしよう。まあ、それはね、おい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 考えながらちょっとやっていこうと思うんですけど、とりあえずこっから鎖編みでバーンと出していくのは、まあ、いつも通りですわ。ね、その先ですわ。その先どうしようか。で、ちょっととりあえずこれちょん切りますよ。これもね、使わないからちょん切るんだね。これちょん切る。さいならっていう話ですね。はい。で、どうするかっていうと、とりあえずこれを閉じるんですけど、ここを抜いたこのままもうバーッと引っ張って、それで、まあ、次、どんどん編んでいくときに、編み込んでいけばいいかなという感じですね。で、こっちとしては編んでる方向がこういう方向で編んでるから、処理としてはこっち側に処理していきたいなっていうのがあるので、一応、方向はこの方向でちょっとね、くるんでおきます。間違えないように。はい。はい。では、編み進めていこうと思います。はい。で、こっち側、外側からですね。はい。外側から編んでいくんですけど、とりあえず、ここですね。こっから持ち手を出していくので、ここまで普通に編みます。はい。まあ、目の広い方はいつもと一緒で、今までと一緒のように出してきて、引っ掛けて、はい。はい。で、引っ掛けといて、はい。で、これでとりあえず、この持ち手のところまで編んでいきます。はい。で、持ち手のところまで編んできたので、ここですね。次、ここ入れるんで、ここ外します。で、外して、ここに入れて、細編みを編んで、ちょっときつめに締めて、そこから鎖編みをしていきます。で、大体長さ的に私は肩掛けにするときはもう目安として40センチっていうのがね、定番なんで、40センチほど編んできます。だから40目ぐらいになるんじゃないかな。ね。40目ぐらい編んできます。45。はい。45。はい。45目編んできました。45目ぐらいでいいと思います。はい。45目編んで、まあまあ長さお好みですけどね。お好みなんですけど。はい。で、ここに細編みでくっつけます。はい。でギュッと絞って。で、鎖編みをして、で普通にまたヨネ編みで反対側まで行きます。で反対側まで行ってまた同じことをしますね。
はい。で取っ手の基礎の鎖編みをします。43、44、45、はい、45編んできました。だいたい同じ長さになってると思うね。はい、45編んできたので、はい、はいはい。でっかいと大変だよ本当だ。画面から外れちゃってるかもしれないからね。はい。でここで細編みでくっつけて、はい、ギュッとして、でそしたら鎖編みを1つして4根編みで編んでいきます。はい、1周編んできました。でここで引き抜きますね。はい、拾って、はい、で引き抜きます。はい、で引き抜いたらここをどうするかっていう話なんですよ。ね、ここをどうしていくかって話なんですけど、都合1個隣のところに引き抜きます。こうやって引き抜きます。引き抜いて目を移動させます。で移動させたらここで立ち上がって普通通りに編んでいきます。はい、ここで普通な感じの立ち上がりにしていきますね。これは普通の立ち上がりです。で細編みじゃないや、4根編みをね普通にまたしていきます。同じ方向でね。これがね今編んでる段が最後の段になります。はい、でここくっつけてるところの手前のところを拾って、でもちろんここは拾わずに、分厚いんでね拾わずに1個飛ばして鎖編みの方に行きます。で鎖編み1本手前残した状態で、はい、引き抜いて、なので3目のところを端っこ端っこ真ん中抜いての2目一度にする感じですね。でここは普通に細編みでずっといこうと思います。はい、根元まで編んできました。でそしたら最後のこの目ですね、最後の鎖編みのところに目じゃない針を入れて引いたら、根元くっついてるとここは飛ばして隣の前段の鎖編みのところに入れて2目一度かっこ3目一度なんだけど本当はみたいな感じで、はい、入れます。でそしたら鎖編みをして、で同じように4根編みをしていきます。で実はこれね反対側のやつね、はい、こっち編んで反対側でございます。はい、反対側の方やってることは一緒ですからね。はい、反対側の方を今編んでるので立ち上がりのところまでずっとこのまま編んでいきます。はい、ここまで編んできました。で最後の鎖編みをしてここに引き抜くんだけど、ちょっと私変なことをいたします。はい、これは私の趣味でございますので、後ろから針を入れてこれを引っ掛けて後ろ側に目を出します。でギュッと引っ張って、はい、でこれ何すんのっていう話なんですけど、ひっくり返します。はい、何すんの、はい、何すんのって話なんですけど、ここでですね私この持ち手の部分、あんまり太くしたくない。だからこれ以上編み足すことはないです。外側は、内側はもう一回編みます。なので外側はこれで終了にするんですけど、引き抜き編みをしたいんですね。ところがどっこい、表で引き抜き編みをしていくと引き抜き編みの目がすごい目立つじゃないですか。今回は普通の毛糸だったらねそれもありだし、まあそういう編み方をしてもいいものはいいんだけれども、今回はあんまり目立ちたくない、目立たせたくないから裏から引き抜きをします。はい、裏に持ってきました。引き抜いただけです今。で本来であればここが持ち上がってるとこなんでここに目を入れるとこなんだけど、ここを入れずにここをちょっと飛ばして、ここ直接もうここじゃなくてここ隣に目を入れます。はい、隣に目を入れてここから引き抜きを始めます。でこの前段鎖編みで編んでるところはここの穴にブスッと入れるんではなくて、この頭だけ、鎖編みの頭っていうのかなね、2本分だけ
あれして、で要はだからここの細編みの部分と同じところを拾う感じですね。はい。こういう感じで引き抜きをします。はい。で、グッと入れて。だから、こっち側、まあ、裏山ですね。裏山を残すだけで頭2つ取って、こう、鎖目だけを拾って、裏側から引き抜きをしていきます。で、そうすると表から見るとどうなるかっていうと、まあ、こういう感じ。ちょっと、よし。はい。こういう感じですね。あんまり目立たない。ここに根元に筋がこう入るだけになりますね。はい。鎖目の目がこうポーッと表にダーッとは出てこない感じになるので、こうやって今回は縁を仕上げていこうと思います。はい。これ前なんかでやったと思うんだよね、しね。こっちじゃないよ。こっちだよ。何でやったんだっけかな。ね。なんかでやったような気がするんだよね。はい。まあ、こんな感じで。はい。一周これでしてこようと思います。あ、一周中か。ここか。ここまでか。ね。ここまで。この持ち手の部分も結局同じように編んでいくんだけども、とりあえずじゃあ持ち手のところまでいきますわ。はい。で、ここなんですけど、根元、ここ一つ一つに入れていこうと思います。一つ一つ全部に引き抜きの目を入れていきます。で、今、ね、持ち手のところに入りました。持ち手のところはもちろん全部細編みで編んでるんで、普通に裏から引き抜き編みができるので、何の問題もなく進んできます。はい。こんな感じで一周ね、裏からの引き抜き編みを表側、外側のね、ところ、ダーッと入れていきます。で、一周していきたいと思います。はい。はい。最後、手前のところの目まで来ました。で、最後の目、ここが、最後の、なんだ。鎖編みのところですね。鎖編みのところに入れて、で、次、ここにもう一本入れたいんですね。入れたいので、もう一度ここね、一回引き抜いてるんですけど、ここに針を入れて、で、引き抜いて、これで終了かな。これで終了にしたいと思います。はい、ここに一本こうやってちょっと入れたかったんで、最後ね、きっちり閉じるっていう感じでね。で、これはもうこれで終了になります。なので、ちょん切って、引き抜いて、で、ここ、隣がここなんですけど、その先ですね。この先っちょ。もう一個先に入れて、はい。で、同じところにここ戻す。針使った方がいいんだけども。はい。こう戻して、で、あとはこれ引っ張ってうまい具合にして、はい。で、これで糸処理をしますね。はい。糸処理。やっぱ針使うか。ね。針使うんべ。はい。で、糸処理はこっち側ですね。こっち側の方向に適当に、はい。目立たないように。まあね、いくらでも目立たないようにはできると思うんですけど、どうせあれなんで、内布つけるんで、そうか、そうだ、内布つけるんだ。ってことは、なんか外してんけど私。内布つけるんで、ギリギリのとこよりも、もう一個下に下がって入れ込んだ方がいいかな。ね。はい。こんな感じで入れとけばいいかなと思います。はい。で、ちょっと引っ掛けて、もう一個下に下ろすか。はい。こっちがね、まだ編んでないから、この辺にグリグリっと入れといて。はい。これで編みくるんじゃってもいいしね。はい。これでいいや。はい、こんな感じ。
これで外側の縁はできた感じ。はい。じゃあ今度内側を編もうと思います。で、外側編んだ感じは今こんな感じね。1段しか編んでないけど、内側でもう1段編んで終わりにする感じになるんで、もうまあそんな感じよ。あんまりね、太くなるのもね、ちょっと嫌なんで。さあ、じゃあどっから取りますかっていう話ですわ。ね。どっから取るか。で、ここでちょっと私はこっちの糸じゃなくて、さっきのもう少しで終わりそうな方の糸っていうか紐をね、ちょっと使うんで、ちょっとこいつは外しますよ。はい。で、じゃあどっから拾おうかって話なんですけど、まあ大体私はね、この辺から拾うんですけど、あんまりやっぱりね、目立ちたくないじゃない。だからちょっと根元に近いとこから取りたいけど、ここをこう潰していくっていうか、こうカックンカックンって同じようにこことここを編むようにするんで、その1個手前ぐらいからいこうかなという感じでございます。はい。で、ここはもう1本しか残ってないんで、1本で拾って、で、立ち上がって、で、そうだな、ここ、そうだね、普通に入れるか。ね。普通に細編みを入れていこうと思います。はい。はい。で、一つ目を入れたら、隣、ここ一つ残ってるとこですね。ここを、から、引き出して。で、そしたら、この目、ここは抜けて、次の隣、ここ、前段細編み編んでるとこなんだけれども、本来だったら鎖目で通るところに細編みを入れます。これはしょうがないね。で、こう引いて、はい。で、隣の目、ここが前段鎖編みなので、ここも細編みを入れます。はい、細編み、心持ち、きつめに入れてます。はい。で、次は鎖編みをして、で、また細編み。鎖編みをして、細編み。で、よね編み。ここの縁のところは、内側のところはよね編みをして進んでいきます。はい。これ、どうしようかね、こいつ。こいつ。もうちょっと長くすればよかったかな。はい。こういう感じで。はい。はい、ここまで来ました。で、そしたら、さっきと逆のことをしますね。ここに一つ、ここ今細編み編んだとこだけども、ここに一つまた細編みを入れて、立ち上がってるところは無視して、その隣ですね、ここの鎖編みのところに入れて、で2目一度かっこ本当は3目だけどねみたいな。はい。でそこからね、ここはもう普通にずっと細編みを入れていきます。じゃあこれで一周させていきます。立ち上がりのところまでこのまま細編みを入れて編んでいきます。はい、ここ最後の目ですね。最後の目に細編みを編み入れたら、ここの立ち上がりのところの最初の細編みの頭に目を入れるんだけど、普通だったらね、でも裏からここもやるんで、後ろから針を入れて向こう側に目を引き出します。はい、ギュッと引っ張って、はい。でそしたらひっくり返して、はい、裏側をさっきと同じように細編み、違うや、なんだなんだっけ、引き抜き編みをしていくので、ここに糸があるけど、その糸の下のとこの目にブスッと入れて、はい。で、引き抜いていきます。裏から引き抜きます。ね、1段編んだら十分の幅だと思うんで、これでいいんじゃないかな。はい。これでいいと思います。はい、根元のところに来ました。根元のところも一目に一つずつ
引き抜きをしていきます。で、ここをね、カックンってなってるところは、まあ、ちょいきつめ、気持ちきつめに入れてね、しっかりと止めて、はい。で、はい。で、この部分ですね。この部分も普通に引き抜きをしていきます。で、さっきと同様、この鎖編みの部分はね、頭をちゃんと拾うようにして、裏山を残して引き抜きをしていきます。はい。ここに戻ってまいりました。はい。最後、しっかり入れて、はい。で、ここをね、もう一回こうちょっとかぶせたいので、もう一度同じところ、最初始めたところと同じところに入れて、引き抜いて、で、これで終了ですね。はい。そしたら、なんとなくかぶるから、はい。これで終了になります。はい。で、そしたら、糸処理をして、こっちに入れたら、戻って、はい。内側に出して、で、まあ適当にこう下ろしたら、はい、糸処理をこの辺で入れておきます。まあ多分この辺はどうせ内布で隠れるんで、こう入れといて、はい、ギュッギュッとギュッと、はい、しっかり、はい、こんな感じでいいですね。はい、こんな感じです。はい、サイズ的にはこんな感じ。ちょうど肩にかけられると思うんだけど、あ、余裕ですね。あ、余裕です。あ、いい感じです。はいはいはい。はい、長さ的にはいい感じでございます。あんまり長すぎずで、ぎゅうぎゅうでもない感じでね。で、どうせ使うのは夏なので、冬みたいにモコモコいろいろ着てる時にはね、多分おそらく使わないんで、なんかちょっとプワプワしてる感じするけど、まあ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 、これちょっと気になるから引っ張っておこうか、ちょっとね、こう内側に、はいはい、こんな感じでいいと思います。はい、じゃあ同じことを逆側もしていこうと思います。こっち側も内側は一周編んで、引き抜きをしていきます。はい、全部の糸と紐を、糸処理しまして、で、内側に入れ込みました。で、この辺、まあ切っても切らなくてもどっちにしろ、ずっと言ってますが、内布をつけるので、はい。別にそのままでもまあ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 いいっちゃいいんだけど、まあでも邪魔になるからね、一応ね、切っておきます。はい。どうだ、これで全部入ったかな。はい。これで全部一応側は編めました。側は。はい。こんな感じで。どうでしたろう。この部分。裏から編んだ方が私的にはこう、なんだろうな。あんまり目立たないんですよ、実際。裏はこんな感じ。おっとっと、なんかまだ出てるね。はい。はい。裏だと、こう、ピューと表にピューとね、これが好きっていう人ももちろんいるかもしれないし、私はそれでいい時はいいんですけど、今回は、ちょっとそういう感じよりも、あら、なんかちょっとコードが。はい。この持ち手のところはまあそんなにうんと変わんないんですね。ここですね。でもね、下のここのところ、ここのところが、ここですね。このカバンの縁のところ、ここをね、あんまり目立たせたくなかったっていう感じです。はい。なので今回はこんな感じで、持ち手を編んでみました。はい。いい感じじゃない？じゃあちょっと、内布だわ。ね。内布をこれからやっていこうと思うんだけど、ちょっと動画の時間チェックしようかな。はい。ちょっと動画の時間チェックさせていただきます。はい。どんくらいいったかな？
はい。はい、うちの作りました。昼前からかな。昼前から夕方にかけて、完成しましたよ。はい。どんな風に作ったかっていうと、ちょっと中表にしましょうか。ね、本来だったらこっちが内側になるところですが、はい。はい。ポケットをね、2つ、両方、こっちがファスナー付きのポケット。そしてもう片方がファスナーついてないけど、まあちょっと小分けした感じでね、この辺のやり方がよくわかんないから、まあ適当になってるんですけど、まあまあでもポケットとして使えたらね、いいんじゃないかっていうことでね、これもちろん私のこれ入れたり、あとは携帯入れたり、まあこれ入れない人はペン入れたりね、携帯入れたり、あとはなんか細かいなんかね、ものを入れたりっていうことでね、2箇所にこうやって、2箇所っていうかもうあっち側とこっち側と、作りました。で、さあ、じゃあこれなんだって、これなんだって話なんですけど、これはね、底板入れるようにちょっとこうやってしました。結局ね、内布と外の、側の間に板入れるだけじゃ動いちゃちょっと嫌だなと思って、で、閉じちゃうから動いた時にこうやって戻すのが大変じゃないですか。そしたら、まあまあ、じゃあまあ自分でこう入れたり出したりできるようにこっち側にちょっと、板をつけようということでね。はい。板入れるところをつけようということでね。あ、そうだ。板準備してなかった。あ、ちょっと待って。板準備するわ。ちょっと待ってて。はい。切りました。今回はね、これを使います。はい。ちょっと一重とか一枚だけじゃちょっとね、心もとないと言いますか、ちょっとあれなので、まあ、二重にして、これはプラスチック段ボールって言えばいいんでしょうかね。うん。こんな感じのやつをね、これは日本から持って帰ってきたやつですけど、ね、我が実家で使わないっていうから、ちょうどいいと思ってちょっともらってきたんですけど、で、これをね、縦方向ですよ、皆さん。こういうの使うときはね、方向に気をつけましょうね。縦の方向ですよ。横にやったらバキッてすぐ折れますからね。はい。じゃあこれちょっととりあえず入れてみようと思います。まずはね、入るんかどうかちょっと確認しないとちょっとね、入るね。入るんだけど、幅がね、多分ちょっと大きいんだ。ね。多分大きいと思うんだ。少しほんのり5ミリぐらい。はい。あ、そうだね。1センチ、5ミリ。5ミリ1センチ。うん。まあ、これはね、分かってたことなんです、実は。なぜかっていうと、ここは29センチで、ここで30センチで測っていくからね。はい。でも別にこれ底なんでね、どうせ見えないと思って。で、カバンのサイズ自体は30センチぐらいはあると思う。29センチはちょっと短いんですわ、多分ね。だから30センチあった方がいいかなと思って、で、こういう感じで、こう、入れると。ね。で、この辺がだいたい、何センチだっけ、ここ。何センチだっけ。まあ、大体ですよね。大体。こんなのはもう、大体で、あれなんで、とりあえずでもあれか。あれだわ。アイロンかけてくるわ。ね。とりあえずこれアイロンかけてくるわ。はい。はい。はい。なんとなく、かけてきましたよ。ね。まあまあ、まっすぐかな。まっすぐどうかわかんないけど。まあまあまあ。じゃあちょっとはめ込んでみましょうっていうことですね。はい。はめ込んでみましょう。で、私は予定としては内側をこっちに持つので、内側が、こっち。はい。内側が、なんだ。ファスナーですね。はい。ファスナー付きの方。これぐさっとね、ぐさっと入れて、ギュッギュッと。サイズ大丈夫かな。あ、大丈夫。あ、余裕でございます。はい。もちろんでございます。板はね、本来の底よりもちょい小さめに作ってるんで、はい。いい感じで収まりました。じゃあね、生地がちょっと小さすぎたりもしませんね。引っ張ってみても大丈夫そうです。じゃあ、これでね、全部、こう、合わせて、こう、脇っちょ合わせて、全部合わせて、ここをね、縁をね、こうやって、この下でずっと止めていこうと思います。はい。こうやってね、全部つけていきますよ。はい。ちょっと待って。1、2、3、4、5、6、7、ここだ。はい。ここが真ん中ですな。ここが真ん中。はい。で、真ん中に合わせて、これをブスッと刺して、よし。はい。じゃあ、こんな感じでね、こっち側も合わせて、全部、縁をね、かがって止めていこうと思います。
はい、準備できたので止めていきたいと思います。まあここまで来ればもう余裕ですからね。もうこのなんつうの、この下ですよ。もうすぐ下で止めていきます。まずは布から取ろうかね。ちょっと硬いわ。ちょっと取って、はい。でここで引っ掛けながらちょっとずつね、はい、止めていこうと思います。いやー、ようやくここまでこぎつけましたよ。本当に。なんかね、今回はね、内布をね、またね、頑張ったよ。前のほら、前に作ったバッグ、なんだっけ、あれのバッグ、モザイク編みのね、モザイク編みのなんだ、モチーフのバッグ。あれの時もね、相当内布頑張ったけどね、今回もね、結構頑張りましたよ。うん。で、このさ、生地がさ、麻の生地なんだけど、結構厚くって、厚いんだけども、分厚いっていうかしっかりした生地なんだけども、まあちょうどいい感じですよ。私的にはね。うん。で、肌触りも朝だけど、なんだろう、そんなゴワゴワした感じもないし、結構スベスベで、これどこで買ったんだっけな。多分ね、IKEA とかね、そういう、IKEA で安く売ってたんじゃないかな。うん。3メートルでなんか、3メートルで8ユーロとかなんかそんな感じ、すっごい安く売ってて、これでなんか使えるかなと思って、なんかその時に欲しいっつってなんか買ったんだよね。確か IKEA で売ってたような気がする。うん。ほれでね、全然3メートルもあるから何に使おうかなっつって、でも結局使ってなくって、で普通の何かに使うにはちょっと分厚すぎるしみたいな。でもまあ内布、こういったしっかりしたものの内布にはね、大きめのものの内布にはいいかなって思うんで、まあ今後もね、ちょっと麻紐で作るような大きめのバッグなんかにはね、この麻布を合わせるっていうのも、いいんじゃないですかね。はい。はい。まあそういう感じでございます。まあ一目一目って言いますか。何この網目に合わせてね、こちらも縫い付けてございますよ。はい。はい。まあ、こういうところは適当ですけど。でも本当こういうなんだろうな、内布がねついてるとやっぱり朝紐で、作るバッグなんかも、私的にはやっぱ内布ついていた方が絶対使いやすいと思うんでね、できることなら私はいつも朝紐で作るバッグなんかは内布をつけたい。うんで、あとはほら、ポケットとかさ、あった方が便利じゃない？どう考えても。うん。だからね、まあ、可能な限り、内布をつけて。どうしてもね、やっぱポケット欲しい人なんだよね。だから、なるべくだったらバッグを作るときは、こう内布をつけていきたいなと思ってますよ。まあ、小さいのはね、別にいいけどね、もうそれ自体がポケットみたいなもんだから、小さいバッグなんつうのはね。うん。だけどやっぱある程度の大きさがあるやつはね、もう本当に私ね、荷物持ちでさ、いろいろ入れるからさ、もうカバンの中でごちゃごちゃになっちゃうんだよね。でそうするともうほんとポケット必須。じゃないとちょっときついんだわ。それでもってほら、カバンの中でごちゃ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 してんのもまた嫌いなわけよ。そうなっちゃうんだけど、ぐちゃぐちゃしてんのも嫌いなわけよ。そう。しょうがないね。ポケット必須だわ。じゃあこれを最後までずっとこれ終わりにしていこうと思いますよ。これつけたら終わりでございますからね。いやー、でもあっという間だったね。編むのはね。編むのもすぐ終わるし。だから編むの1日、内布つけるの1日みたいな2日ぐらいでできる感じのバッグでございますが。はい。いやでもね、楽しかったんでね、これね、あれですよ。また、改良品をね、改良版をね、作って、またやろうかなと思ってますけど。はい。いろいろね、反省点ございますから、今回も。ね。とりあえずだから、こういうのってさ、試作をしてから、じゃあ、
撮影とかっていうのもちょっと難しくてですね難しいと思ってるのは私だけなのかもしれませんが、はい。なかなかそういうわけにも私の中ではいきませんで、はい。なので、試作品、ある意味の試作品ですね、これもね。試作品を作りながら、撮影をして改良点を見つけて次につなげていくというね。はい。そういう感じでいきたいと思います。はい。じゃあ、はい。ブツブツ言ってないで、はい。先に進めますわ。はい。はい。すべて縫い付け終わりました。ここもね、止めて、浮かないように。押さえました。で、まあいつもだったら私こうやって押さえちゃうんだけど、今回はこう底板を入れてるので、これを取り外しが効くように、でこの板が入ってるとそんなに布もねずれたりしないんで、まあこんな感じでいいんじゃないかなと思います。なんか糸がついてるな。ね、はい、出来上がりましたよ。ね、ちょっとこのポケットもバチコンついたしね、ここにも物が入れられて、そしてここには携帯が入る予定で、ここはねペンとか、ペンも入るからね、ペンも入るからちゃんとほらね、いい感じでちゃんと入るわけですよね。ペンも入って、便利だわって。本当はね、またねここにも1個つけたかったね、ポケット。ここに脇っちょにこれ何用って折りたたみ傘用とかねまあいろいろ考えたんだけど、まあそれはね、で私が持ってる折りたたみ傘っていうのはね、まあすごいちっちゃいっていうか軽くてね細いやつだから、まあ別にどこに入れててもいいんですけど、まあこんな感じで出来上がりました。いかがでしょうか。まあ今回はねなんか出てるよ、はい出てるよ、はい、今回はいつもやってるその放射状のその米編みっていうんですか、往復編みしていくやつで、その普通だったらスクエアを編むようなやり方でやってみました。でまあ反省点はございます。で立ち上がりをねここにしたんで、まあそうね、パッと見こう正面から見たらそんなに目立たないかもだけど、ちょっとやっぱりここが盛り上がってるんで、まあ言ったらまあ目立つっちゃ目立つかな。でもまっすぐなんでぐちゃぐちゃしてる感じはないんでね。で私はこっち側を内側に持てばいいかなと思って、今回はこういった感じでやってみました。はい。もう片方の立ち上がりの部分はここですね。で反省点っていうのはこの立ち上がりの場所ですね。やっぱりこの角っこに来るよりはここ真ん中に来てほしいなっていうのが正直なとこです。なので次はまた米編みでやってみようと思うんですけれども、米編みの次で言ったらね、これは放射状米編みっていうそのロシアで独特の編み方っていうことでね、そういった編み方をちょっとやってみたんだけれども、やっぱり立ち上がりの場所を考えると普通の米編みの往復編みっていうので、次はやってみようかなと思ってます。はい。いろいろ考えてますよ。なんせやっぱり同じ方向に編んでいくと歪むから、その歪みをね減らしたいと思ったらやっぱり往復編みがいいかなって思うんで、はい、こんな感じで今回出来上がりました。で底板も入れて、で今回は、プラスチック段ボールの底にしましたけれども、これがベコってなってバキッとなったりとかしたら交換するっていう感じでね。でなんだ、日本でダイソーとかで私がこの前ダイソーで買ってきたそのプラスチックのこの薄っぺらいまな板シート、だからあれのもうちょっと厚めのやつね、今回買ってきたやつはちょっと薄いやつだから一番ね、だからあれのもうちょい厚いやつとかだったらもうバッチリなんじゃないかなと思いますよ。薄いやつでも別にいいんですけどね、そんなに結局はある程度この下の形が保っててくれればいいっていう感じなんで、私にとっては。だからあれでも大丈夫だとは思うんですが、しばらくこのプラスチック段ボールで、はい、使ってみようと思います。はい、こんな感じです。内側出来上がりました。いかがでしたでしょうか。はい、というわけで今回はなんだ米編み、往復編みっていうか米編み、放射状米編みで、編むなんだ麻紐バッグ、夏にどうってことで、色変えてこれやったらねいい感じでできると思いますよ。今回は
ちょっとベージュと、あとオータムリーフ、ポリエステルヤーンのオータムリーフっていうのをやって入れたんですけれども、まあこれは好みの色でね、白とブルー系とかグリーン系とかブラックとなんちゃらとかね、いろいろ組み合わせあると思います。はい。もしねご興味あったらこんなやり方でなんだこう縦縞っていうのかなね、縦縞に色が出るような編み方ですんで、やってみてはいかがでしょうかっていうことでございます。というわけで今回もここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。というわけで本日はここまで。では。さよなら。はい。はあ、終わったよ。いや、まあこれでも私結構気に入ってるよ。次もまたすぐ編み始めちゃおうかななんて思うぐらいね。それも枯山水も一緒だね。枯山水もね今ねもう少しで終わるんだけど、まあもう少しで終わるって言ったってねまだだいぶあるよ。だいぶあるんだけど、あれ終わったらまたね違う糸で編み始める気がする。でもこれもまたすぐ別のやつを編み始める気がする。まあそんなもんですよ。はいはいはい。じゃあね、バイバイ。